大どんでん返し。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。え？インドが日本に激怒したのですか？中国の間違いでは？いえ、インドは日本に激怒しました。インドはある理由で日本に対して激怒したのです。インド高速鉄道の概要から順を追ってお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。2015年に行われた日印首脳会議で、インドに日本の新幹線技術が導入されることが決まりました。しかし、インドの高速鉄道建設に立候補したのは、日本だけではありません。他にはどんな国が立候補したのですか？中国とフランスです。日本は中国とフランスと競争し、なんとかインド鉄道を建設することができたのです。きっと日本がインドのパートナーに選ばれるまで、いろんなことがあったんですね。その通りです。この後に、何があったのかしっかりとお伝えします。わかりました。今回日本が担当することになったのは、インド最大の商業都市であるムンバイとアーメダバードを結ぶ、全長約505キロの高速鉄道です。走行費用は約 1.6 兆円の予定になっていますよ。1.6 兆円ですか？高速鉄道を建設するには莫大な費用がかかるのですね。現在インドは7つの区間の高速鉄道を計画中です。日本が担当したムンバイからアーメダバード間の鉄道が、その計画のスタートになるんですよ。日本がスタートダッシュを切るんですね。そういうことです。最高速度は時速320キロで、約8時間あった所要時間が、約2時間にまで短縮されます。6時間も短縮されるなんてすごいですね。インドの方々は高速鉄道の完成を心待ちにしていると思います。ところでムンバイとアーメダバード間はどんな路線になる予定なんですか？それでは人口規模を比較してみましょう。ムンバイの人口は1200万人で、横浜市と東京23区の人口を足したくらいです。そしてアーメダバードの人口は580万人です。京都と大阪を合わせた400万人よりも多いことがわかりますね。また、両都市間の間には人口500万人のスーラトや、人口360万人のバドダラという地域もあるのです。さすがインドは中国を抜いて世界で一番の人口を誇っているだけありますね。その通りですね。路線内には実はスーラトやバドダラの他にも、人口100万人を超える都市が5つもあるんですよ。そんなにあるんですか？ムンバイとアーメダバード間を走る高速鉄道は、多くの人が利用する路線になりそうですね。冒頭でインドの首相が激怒していると言っていましたが、どうしてそんなに怒っているのですか？今のところ日本に悪い点はないと思います。皆さんもそう思いませんか？ブチギレた原因は、中国が建設を担当したインドネシアの高速鉄道が関係しています。インドネシアの高速鉄道？一体どういうことでしょうか？以前このチャンネルでもご紹介しましたが、インドネシアの鉄道はもともと日本が担当する予定でした。しかし、インドネシアは途中で中国に乗り換えてしまったのです。確か中国はインドネシアに対して、日本よりも低い予算で、高速鉄道を建設すると提案したんですよね。しっかりと動画の内容を覚えていますね。その通りです。日本は61億ドルで提案しましたが、中国は55億ドルで提案しました。55億ドルというのは、日本円で約8000億円ですね。日本とは6億ドルもの差があります。中国は低コストが強みなだけありますね。それに比べてインド鉄道の走行費用は約 1.6 兆円です。インドの首相はインドネシアの走行費用が8000億円だと聞き、日本はぼったくりだと大激怒したのです。なるほど、確かに 1.6 兆円は簡単に用意できる金額ではありません。また、インドネシア高速鉄道の開業予定は、中国が2019年で、日本は2023年としていました。インドネシアはコストに加えて開業予定の速さから中国を選んだのです。低コストで早く完成してくれる中国は、インドネシアにとってかなり魅力的だったのですね。そういうことです。インドネシアと同じように、インドも中国の条件に魅力を感じていました。あれ？ちょっと待ってください。ユンちゃん、どうしましたか？インドネシアの鉄道建設費用は、予算よりも大幅に増えましたよね？そうですね。最終的に見積もりの55億ドルから、約80億ドルまで膨れ上がりました。80億ドルは日本円に換算すると、約9390億円ですね。日本の61億ドルよりも増えちゃってますね。インドネシアは、建設費用がこんなに増えるとは思っていなかったと思います。なんだかかわいそうですね。ちなみに増えた分の費用は、どこが負担したのか覚えていますか？確か増えた分の費用を負担したのはインドネシアだったと思います。正解です。増えた分はインドネシアが全て負担することになったので、インドネシアは中国に依頼したことを後悔しているようです。
先ほど、中国は日本よりも開業予定が早かったと言っていましたが、実際にはかなり遅れてしまいましたよね。そうなんです。実際に開業したのは2023年10月でした。2019年から4年も経過していますね。中国は工事直後に近隣住民から騒音のクレームが相次ぎ、工事を中止せざるを得ませんでした。インドネシアは最初から日本を選んでおけば、こんなことにはならなかったですよね。皆さんもそう思いませんか？そういえばインドの首相は、インドネシアの末路を知っているんですか？インド首相の耳にももちろん入っています。最初は日本に対して、ぼったくりだと大激怒しましたが、インドネシア鉄道の結果を知り、態度を180度改めました。まさに大どんでん返しですね。さて、インドの高速鉄道の話に戻しましょう。中国もインドの高速鉄道建設に立候補していましたが、当然、インドの首相は中国に頼ることはしなかったです。中国はインドに対して何かコメントをしていますか？はい。インドが中国を鉄道建設のパートナーにしなかったことに対して、中国の習近平国家主席は不満を訴えています。詳しく教えてください。インドの首相と習近平国家主席は、お互いの生まれ育った町を訪問し合う仲でした。そのため中国はインドと友好的な関係を築いていると思っていました。また、鉄道建設においても中国を優先してくれるだろうと思っていたようです。中国からしてみれば、インドに裏切られたということですね。はい、そうなります。ちなみに今回の日本のライバルは、中国ではなくフランスでした。フランスが日本のライバルになるのは珍しいような気がします。一体何があったのでしょうか？フランスのコンサルタント会社であるシストラは2009年に、予備段階の事業化調査を行っていました。事業化調査ってどんなことをするんですか？その国にふさわしい鉄道システムや線路の敷設ルート、運賃水準などを決定します。鉄道建設のベースを決める重要な調査なんですよ。鉄道建設においてとても大事な調査だということが分かりました。通常であれば、事業化調査を行った国が建設を担当することになるのです。つまり、本来ならフランスがそのまま担当するということですね。それなのに、なぜ日本がインドの高速鉄道を担当できたのですか？それはインドが、日本の鉄道の安全性に期待したからです。フランスは日本と同じ鉄道大国です。そんなフランスには最高時速320キロで走る、TGV という高速鉄道が存在します。TGV はフランス国内はもちろん、スイスやイタリア、スペインの各都市へもアクセス可能なんですよ。旅行するときに便利そうですね。はい。実際に旅行で利用する方も多いです。フランスは自国の運営を参考に、インドの高速鉄道の提案をしました。どんな提案をしたのですか？都市間に高速鉄道の専用線路を新しく建設し、都市近郊では、すでにある在来線の線路を使用するという案です。この案は新規線路の建設を必要最低限に抑え、コストも安く済むことがメリットですね。インドは発展途上にありますから、コストを抑えられる点は非常に魅力的に感じたでしょう。できるだけお金はかけずに建設できたら嬉しいですよね。ところで、日本はインドにどんな提案をしたのですか？皆さんも一緒に予想してみてください。日本は、在来線の使用はせずに、高速鉄道専用線路を新しく建設すると提案しました。この案なら在来線のダイヤが乱れたとしても、高速鉄道に影響が出ることはありません。つまり事故のリスクを抑え、スムーズな運行ができるということですね。そういうことです。日本の鉄道の強みは何といっても、他国に劣ることのない安全性です。実は、インドでは鉄道による脱線事故が頻発し、大都市ムンバイでは1日に7人から8人が、鉄道事故により命を落としているんですよ。そんなに多くの人が事故に巻き込まれているなんて衝撃です。皆さんは、2016年にウッタルプラデーシュ州で発生した、急行列車脱線事故をご存知でしょうか？この事故ではなんと120人以上の犠牲者が出ました。120人以上ですか。ご冥福をお祈りします。インドといえば、電車の外側に捕まりながら乗車している写真が有名ですよね。はい。このような状態では安全な運行はできないでしょう。高速鉄道と在来線を同じ路線で運行した場合、何かの手違いで列車同士が衝突する危険性があります。そのリスクは絶対に防がないといけないですね。はい。インドの首相は、鉄道事故を減らし国民の安全を守りたい。そして、鉄道インフラの近代化を進めていきたいと考えています。このような経緯から、インドはフランスではなく、安全性を強みとしている日本に、鉄道建設を依頼したいと心が揺らぎ始めました。日本はフランスに負けないよう、インドにアピールを続けます。どんなアピールをしたのですか？まずは資金調達についてです。
日本は 1.6 兆円になる事業費の約8割を、円借款による低利融資で提供すると約束しました。円借款ってどういう意味ですか？円借款とは、開発途上国に対して低利で長期の緩やかな条件で、開発資金を貸し付けることです。開発途上国の発展をサポートできるのがメリットですね。こんな制度があったなんて知りませんでした。皆さんはご存知でしたか？まだまだ日本のアピールは止まりません。日本は政府の外交担当者だけではなく、実際に高速鉄道に関わる人に向けて、新幹線の魅力を伝えることにしました。具体的にはどんなことをしたのですか？2011年12月に、インド鉄道省の幹部12人を、無料で日本に招待したのです。そして2週間にわたり、新幹線の運行指令センターや、車両メーカーの工場見学をしてもらいました。私もこの工場見学に参加したいです。JR 東日本の新幹線車両基地で整備中の新幹線を、インドの実務者たちに披露すると、モーターの牽引力はどれくらいありますか？1ヶ月に検査する車両の数はどれくらいですか？といった専門的な質問が飛び交いました。実務者ならではの質問内容ですね。日本はこのような質問に丁寧に対応し、インドの実務者たちの心をわしづかみにしていったのです。このようなアピールの結果、日本はインドの高速鉄道建設に携わることに成功しました。インドの実務者さんを日本に招待してよかったですね。あっぱれですね。インドの高速鉄道は2023年に開業予定でしたが、土地収用が遅れてしまい、残念ながら開業は延期になりました。しかし、日本はインドに資金面、技術面で支援を行い、地下鉄デリーメトロの運行をすでに開始しています。地下鉄の運行はしているのですね。はい。インドの人々はデリーメトロの建設途中で、日本人の真面目さに大変驚いたそうですよ。デリーメトロ公社の初代総裁であるスリダラン氏は、次のようにコメントしました。私が時間に余裕を持ち、集合時間の3分前に到着した際には、すでに日本の技術者たちが列を揃えて集合していました。インドの技術者たちが全員揃うのには、そこから10分以上もかかってしまったのが恥ずかしいです。その後様子を見ていると、日本の技術者たちは、30分前行動をしていることが判明しました。日本人の仕事は真面目で正確性があります。納期を非常に大切にしており、気づいたら、予定よりも2ヶ月早くデリーメトロが完成していました。大規模なプロジェクトであったのにもかかわらず、このスピード感、正確性には頭が上がりません。ベタ褒めじゃないですか。なんだか同じ日本人として誇らしいですね。現在のデリーメトロの1日の利用者は250万人を超えています。ピーク時には2分間隔で運行し、遅延することはほぼありません。デリーメトロは世界最高レベルの地下鉄だと言えるでしょう。デリーメトロで大成功したから、インドは高速鉄道建設のパートナーとして、日本を選んでくれたのかもしれませんね。スピードと安全性を兼ね備えた日本の高速鉄道は、インド以外の国でも称賛されています。例えばどんな国で称賛されてるのですか？日本を称賛している国の一つがイギリスです。1975年に、イギリスのエリザベス女王夫妻が日本を訪れました。エリザベス女王は、日本の鉄道の正確性に大変興味を持っていたため、見学をしに来たのです。遠いところからわざわざ日本に来てくださったのですね。イギリスは鉄道発祥の地ですが、10分程度の遅延は当たり前で、日本のような正確性がありません。あいにく、エリザベス女王の見学日は大雨が降っており、名古屋では3分の遅れが生じ、浜名湖では4分の遅れが生じていました。これは大ピンチですね。エリザベス女王の前で遅延は許されません。新幹線は時速210キロを超えると、制御装置により速度が制限される仕組みになっています。そのため、運転手は自動的に速度が制限されないように、時速209キロで運転しました。これは神業です。その結果、東京駅には遅れることなく到着することができたんですよ。また途中で雨が止んだため、乗客に景色を楽しんでもらえるよう、富士山付近ではスピードを落としたというから驚きですね。まさに、おもてなしの心ですね。この様子を見たエリザベス女王は大変感動したそうです。このような経緯もありイギリスは、日立製作所の車両をいくつも採用しています。一番有名なのは2012年に開催された、ロンドンオリンピックへの会場アクセス列車、オリンピックジャベリンですね。オリンピックジャベリンですか？私は初めて聞きました。皆さんは聞いたことがあるでしょうか？日本メーカーが、ヨーロッパの鉄道車両を受注したのはジャベリンが初めてでした。ジャベリンはロンドンからフォークストンまでの、スピードアップに貢献したんですよ。
また、イギリスのサウスイースタン鉄道では、制御装置などを日立製のものに交換しました。すると今までの不調が嘘のようになくなったのです。それだけ日本製のものは機能性が高いということですね。ユンちゃんのおっしゃる通りです。さらに2019年にはイギリスの首都ロンドンから、スコットランドの首都エディンバラを走る、長距離列車アズマが開業しています。もちろんこの車両も日本の日立が受注しているんですよ。日本の車両が海外で活躍しているのはとても嬉しいです。実は日本初の鉄道が開通した明治初期は、イギリスから車両を輸入していました。しかし現在は、イギリスの鉄道に日本の車両が多く使用されています。まるで恩返しをしているみたいですね。新型コロナウイルスの流行や、駅の仕様の変更などにより、インドの高速鉄道建設は一時停滞していました。新型コロナウイルスはいろんなところに影響を与えているんですね。インドの高速鉄道はいつ頃開業する予定なんですか？今のところ、2028年の開業を目指して取り組んでいます。車両は東北新幹線用の E5 系をインド向けにカスタマイズし、重量1編成の列車を24編成導入する予定です。どんな色の車両になるのか楽しみですね。車両の色は赤色だそうですよ。赤色ですか？なんだかおめでたい色でとてもいいですね。それではインドの高速鉄道に対する海外の反応を見てみましょう。どんな意見があるのか気になります。インドは日本と手を組んで正解だよ。きっと世界に誇る高速鉄道になるだろう。インドネシアのように間違った選択をしなかったインドは賢い。日本の新幹線を使ったことがあるけど、まるでホテルみたいに綺麗だったよ。新幹線の中で騒いでいる人はいないし、リラックスして快適に過ごせた。日本に鉄道建設を頼めば心配なことは何もないね。いつか私の国にも日本製の新幹線ができてほしいな。嬉しい意見がたくさんありますね。日本が世界で認められていて、同じ日本人として鼻が高いです。ここまで見ていただいた皆さんは、立派な本学の生徒です。ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。そして、これからも私たちと一緒に鉄道に関して考えていきましょう。高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになります。ここまでお話を聞いてどうでしたか？インドの首相が激怒してると聞いてヒヤヒヤしましたが、最終的には日本を認めてくれて本当に良かったと思います。そうですね。インドとはこれからも友好的な関係を築いていきたいものです。今回の動画を見て皆さんはどう思いましたか？感想や意見をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。